はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、累進配当と増配でホクホク、5大総合商社と題してお送りいたします。5大商社のうち、特に注目する3社にスポットを当ててみます。最初は、伊藤忠商事、証券コード8001についてお話しします。今週の終値は7260円。配当利回りは 2.75% となっています。株価チャートは上昇を続けています。伊藤忠商事の2024年3月期の純利益は前年度比で若干増加し、最終的に8018億円となりました。配当は前期の160円から増配され、今期は200円を予定しています。2025年3月期の純利益予想は8800億円と、前期比で増益が見込まれています。総還元成功は 40% をめどに設定し、配当金は配当成功 30%、または200円のいずれか高い方としました。また、1500億円の自己株式取得を打ち出しています。伊藤忠商事の事業は、自動車関連取引や食品流通関連事業を中心に多岐にわたっています。自動車関連では、問題のビッグモーターを買収し、傘下としました。これらの事業の好調さが今後の業績向上につながると期待されます。それでは AI による株価の予想です。現在の株価7260円に対して目標株価は7406円で 2% の上昇余地があります。増配と株主還元率の引き上げがさらに株価を押し上げそうですね。続いて三井物産証券コード8031についてお話しします。今週の終値は7879円で、配当利回りは 2.54% です。こちらも綺麗な右肩上がりを見せています。今期決算のハイライトは、配当の増加、大規模な自社株買い、そして株式分割が行われたことです。具体的には、当初予定されていた1株当たり150円の配当が20円増の170円に増配されました。さらに、2025年3月期には30円増の200円が予想されています。累進配当も発表されました。合わせて2000億円を上限に自社株買いを行うと発表しました。また、株主への利便性を考慮し、6月末に1株を2株に分割する計画も発表されています。この株式分割により、より多くの投資家にとって手が届きやすくなると期待されています。2025年3月期の純利益予想では、前年比 15% 減の9000億円を見込んでいます。配当の増加、自社株買い、株式分割といった施策は、すべて株主の利益を最大化することを目的としており、これからの展開にも大いに期待が持てる状況です。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、7879円に対して、目標株価は7584円で、マイナス 3.7% の下落余地があります。業績よりも株主還元で上げてる印象ですね。最後は三菱商事、証券コード8018についてお話しします。私の大好きな三菱系ですし、もちろん保有しています。今週末の株価は3385円。配当利回りは 2.95% となっています。こちらも上昇していますが、特に今年に入ってからの上げが目立ちますね。2024年3月期の決算では、配当が前期の70円から、2025年3月期の予想配当は100円と発表されました。2025年3月期の純利益予想は、前期とほぼ同水準の9500億円です。株主還元策として、今期は増配の発表のみでしたが、将来的にはさらなる還元策が期待されます。5大商社の中では、最初に累進配当を発表しており、株式分割も行っており、株主還元に積極的です。注目すべきは、ローソンの完全子会社化が完了したことで、新たな市場展開が期待されています。ローソンを通じてのリテール事業が、今後の業績にどのように貢献していくかが注目されます。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、3385円に対して、目標株価は3552円で 4.9% の上昇余地があります。安定の三菱系、
といった予想ですね。今回は日本の5大商社からピックアップしました。著名投資家のウォーレン・バフェット氏が大量に保有したことで国際的にも注目されています。累進配当や増配、自社株買いに株式分割といい意味で競争が繰り広げられています。株価は決して安くはありませんが、新NISAで購入する候補としては最適だと思われます。5大商社ではありませんが、トヨタ通商や双日も気になりますね。さて、動画の更新は3日ほどお休みします。オフ会の様子はメインチャンネルの方でお伝えできるかな？楽しみにしていてください。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。